皆さん、こんにちは。ファン研究の動画シリーズです。今回は、ベトナム国家大学ホーチミン市校人文社会科学大学日本学部日本学科学科長のグエン・プーキー先生をお呼びして、タイトルにあります通り、ベトナムにおける日本の大衆文化、1970年代から90年代における歌謡曲の普及と需要というテーマでご講演いただきます。今までこの動画シリーズでは、21世紀のことをやることが多かったかなと思うんですけれども、今回はちょっと趣向を変えて、20世紀後半のベトナムにおける、日本の歌謡曲の普及という話になります。ベトナムでじゃあ日本の歌謡曲が普及してたってどういうことかなって思う方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、それはじゃあ、キー先生のお話を聞いて、皆さん、ちょっと興味あると思うので、キー先生のお話を伺いたいと思います。では、キー先生よろしくお願いします。さあ、皆さん、こんにちは。ちょっと自己紹介をしたいと思っておりまして、私はグエン・ブーキーと申します。今、ベトナム国家大学ホーチミン個人文社会科学大学で、教えながら研究しておりまして、15年前は、南山大学に留学して、その後ですね、7年ぐらい前は、文部科学省の支援金をいただいて、関東学院大学で研究していました。私の研究分野なんですけれども、それは日本とベトナムの関係史について専攻しておりまして、それに関連して、えーベトナム戦争は、それが日本経済にどのようなインパクトを与えていたのか、また、各分野で日本とベトナムの関係、特にベトナム戦争期に、日本とベトナムの関係、を、先行して、それらについて、本を出版しました。うん研究実績につながった本講演ですね。えー日日本公演なんですけども、日本とベトナム間の文化交流を一環として、歌謡曲のことについてお話ししたいと思っております。歌謡曲は、日本における大衆文化の一つで、昭和期を通じて広く流行して、日本社会の深い歴史的変動と並行して発展してきました。歌謡曲は、日本国内にとどまらないで、韓国、中国、台湾などの東アジア、それから東南アジアにも、強く波及して、その影響は、ベトナムにも及ぼしました。ベトナムでは、この音楽なんですけども、1970年代から1990年代にかけて、外語曲のベトナム語詞版が、えー爆発的に流行して、その多くが、えー歌謡曲にベトナム語詞を付したものでした。これらすみません。の、もう次のスライド行っていいですか？はい、スライド。あの、はい。タイミングを教えてください。ちょっとじゃあ、はい、はい。はい、わかりました。今、写真のある、ベトナムではって、という、スライドをお願いします。もうこれですか？あ、これね。はい。はい、そうですよね。はい。さあ続きまして、ベトナムでは1970年代から1990年代に、外語曲のベトナム語詞版が、爆発的に流行して、その多くが歌謡曲にベトナム語詞を付した、作品でした。これらの、楽曲の中には現在に至るまで、新たな、編曲、オーケストレーションによって演奏され続けているものも多くて、一般に、日本曲ベトナム語詞版、あるいは、外語曲ベトナム語版として知られています。代表として、代表例としては、
今、スライドにも表示されているように、YouTube にあるコンテンツですが、どんなオリジナルを元にしたかと言いますと、恋人をよって、ハーフムーンセレナデとか、心ゆくまで残り火とか、春なのになろうという歌謡曲が挙げられています。次お願いします。先行研究のページが出てると思います。はい、ありがとうございます。先行研究の、行動、方向、どこに、先行研究の動向においても、多角度的な、観点から検討されてきました。代表的研究としては、以下の文献が挙げられていますね。例えばですね、成立し、そして、代表的ヒット曲の研究については、菊池清丸のものとか、こう守るの研究とかがありまして、さらに、東アジアにおける重要と拡散の過程などでは、矢吹元子の研究とか、小川博の研究とかがありまして、じゃあ次お願いします。さあ、これに対してベトナムにおける、本州来に関する専門的研究は依然としてよく限られておりまして、既存の研究の多くは外国音楽の流入を概括的に論じることにとどまるか、あるいは日本楽曲のベトナム語詞版に間接的に言及するだけです。主な関連文献としては、画面に表示されている通り、ザ・スン・ギブスやチャン・ワンハイの研究が挙げられています。近年ではですね、日本の歌謡曲のベトナム語詞版に関する収集、そして研究として、ファイナムによる全4巻のシリーズの第4巻ですね、外国楽曲ベトナム語詩集という、え出版物が挙げられています。その他に代表的な日本歌謡曲のベトナム語版を紹介する、記事としてキララですね、の掲載のかつて誰もが耳にした日本語の歌重選や、2023年3月にホチミン市人民の公営放送局 BOH が制作したポストキャストシリーズ外国曲ベトナム語詞クッランなどがありまして、作曲家クッランがベトナム語詞を吹けた多くの外国、楽曲が紹介されて、その中で歌謡曲やその成立背景に、その成立背景にも、言及しています。次お願いします。さあ、以上のように、近年いくつかの出版物や資料において、歌謡曲のベトナム語詞版が収集して、紹介され始めているんですけれども、ベトナムにおける普及過程、そして、それから、重要の実態を体系的に検討した研究は依然として不足しています。以上の研究上の空白を踏まえて、本研究では、第一に、日本における歌謡曲の成立発展の歴史を、概観するとともに、1940年から1975年における日本音楽のベトナムへの
流入過程を明らかにすることと、第2に1970年代から1990年代にかけて、海外、それからベトナム国内における歌謡曲へのベトナム語付与の実態と、その普及過程を解明することという2点を目的としています。さあ、次お願いします。さあ、続きまして、歌謡曲の概略についてちょっとお話ししたいと思っております。歌謡曲は日本の大衆音楽の一ジャンルで、一般に流行歌と、総称されます。大衆的な、各曲自体は早くから、存在していましたが、本格的な発展を遂げたのは、明治末期から大正期にかけてですね、歌謡曲という用語が強く使用されるようになったのは、昭和初期以降、特にラジオ放送においてで、歌詞を伴う流行歌曲を指すと同時に、それ以前に、大道芸人などによって歌われていた流行り歌の持つ庶民的、見せ物など、的なイメージを排除する意図がありました。次お願いします。えー昭和期に入ると、歌謡曲は作曲家、そして歌手の役割分担が明確に行われるなど、専門家が、進んで、同時に録音産業、そしてレコード会社と密接に結びつくようになりました。ラジオ、さらにその後のテレビの普及は、第二次世界大戦の前後を通じて、歌謡曲を大規模な文化産業へと発展させる原動力となりました。歌謡曲はまた現代の J-POP の形成の基盤とみなされておりまして、概して1990年代以前の日本の大衆音楽は歌謡曲、1990年代以降は J-POP の時代と、区分されることが多いと分かっております。じゃあ次お願いします。歌謡曲の、発展過程についてなんですけども、おおむね、3つの段階に区分できるということですね。第一は、1920年代から1960年代初頭にかけての形跡で、ラジオとレコード産業を基盤として発展してきました。第2は、1960年代から1990年代頃までの黄金期で、テレビが、主要な普及媒体となった時期ですね。第3は、1990年以降の段階で J-POP が、主流となる一方、歌謡曲、そして、演歌は、相対的に衰退しながらも、並存し続けています。その中に特に1970年から1980年代には歌謡曲は西洋のポップス、そしてフォーク、それからロックなどの予想を取り入れて大きく多様化して、歌謡ポップや、昭和ポップという用語と呼ばれる、発生系を生み出すとともに、より伝統思考の強い演歌との区分も一層明確化
してきました。次お願いします。続きまして、1940年から1950年までのベトナムにおける日本の音楽について、どのような状況に置かれているのかということを、ちょっと、紹介したいと思っております。ベトナムにおいて、外国他局にベトナム語を使用付すのは植民地域にあたる1920年代末から1940年にかけてすでに見られました。これは、西洋音楽理論の重要を通じて近代歌曲の改革を図って、旋律を、近代的な、えー寄付法、寄付法によって記録しようとする潮流と、密接に関連していました。この過程で、西洋曲にベトナム語詞を付した歌曲の流行が、形成されて、特にフランス歌曲が、主流を占めて、中国歌曲がこれに次ぎました。次お願いします。ベトナムに続きまして、歌謡曲がベトナムに流入したのは、1940年9月に日本軍が物量インドシナへ進駐したことと、義を一にします。それ以前に、この音楽は日本の占領下にあった中国各地で、すでに普及しておりまして、しばしば宣伝的内容と結びつけられていました。特に映画主題歌は、軍隊及び一般大衆の双方に、広く、浸透していました。こうした背景のもと、日本の映画作品や音楽作品の一部がインドシナでも、造営、紹介されて、ベトナムの都市住民の関心を集めて、日本音楽が都市文化の中に入り込む契機となりました。代表例としては、皆さんもご存知だと思っているんですけども、国境の街や、それから信濃夜などが、その、歌が挙げられる、と思っております。さあ、次お願いします。え日本の、日本の歌がベトナム近代歌曲に対してどのような影響を与えていったのかというと、日本音楽の影響はベトナム近代歌曲の形成期ですね、1939年から1945年において、顕著に認められています。この時期にはいくつかの日本の、歌がベトナム人、作曲家にとって創作上の重要な、着想源となってベトナム語によって、新たな作品の創作を促しました。これらはベトナム人がベトナム音楽を歌うという理念の形成にも寄与しました。日本の占領下においては、日本語学習や日本、歌曲の歌唱が広く普及して、日本の旋律や、様式を、元にした、あるいはそれらに影響を受けたベトナム語詞曲も、出現しました。しかしながら、
1945年以降、日本が戦後復興に専念する一方、ベトナムは、第一次インドシナ戦争、ベトナムでは、対仏交戦戦争と呼ばれる、という戦争ですね。その戦争にベトナムは、突入したので、日本とベトナム両国間の文化、それから音楽交流はよく制限されることとなりました。次お願いします。それから、1954年の自由入部協定締結以降、ベトナムは対立する政治体制を持つ南北に地域に、2つの地域に分担されて、外国音楽の需要にも、明確な差異が生じました。そして、ベトナム近代歌曲は引き続き西洋音楽を基盤として発展しましたが、その方向性は、えー地地域ご地域ごとに大きく異なっていました。どんな異なっていたか、どのように異なっていたかというと、北ベトナムでは社会主義諸国からの影響が主として音楽、教育や芸術交流を通じてもたらされました。その一方、ローマン的傾向を持つ、え楽曲や欧米、日本の影響を受けた音楽は黄色音楽、すなわち、革命の光が届いていない、意志にふける音楽として、という音楽として、批判されていて、長期にわたって、流通が禁止されました。これに対して、南ベトナム、特にサイゴンではですね、日本とベトナム共和国との外交関係を背景として、西洋音楽及び日本音楽が活発に重要して発展してきました。多数の日本の芸術団体が、南ベトナムに来園して、同時に南ベトナムの、芸術団体も日本で公演を行うなど、そのような形式で、双方向の文化交流が促進されました。次お願いします。その代表的事例としては、1700年に大阪で、開催された日本万国博覧会が挙げられます。この博覧会では、南ベトナムから来た管理は、陳根生の、陳根生作曲の楽曲をそれはジ数、ベトナム語ではジ数ですね。日本語版は美しい昔として、それからNguyễn Anh Chínhのギター伴奏により、演奏しました。その後、Nguyễn Anh Chínhは、楽曲本を作曲して、この曲は日本ではテレサテンによる、カバー、あなた、中国語では2ですね、として、1970年代前半、に知られるようになりました。また、彼女は、テレサ・テンですね。彼女は1970年、それから1973年のサイゴン公演で、サイゴン公演でも、浪曲、美しい昔を、それじゃなくて、あなたですね、それを、浪曲を、歌唱しました。次お願いします。さらに、日本で開催された国際音楽祭へのベトナム人作曲家、そして歌手の参加は、彼らの参加は日本
歌曲の、編曲やベトナム語詞作成の、活性化を促進しました。例えば、多数の歌謡曲にベトナム語詞を付したことで、知られるファン・ユイは、東京で開催された世界歌謡祭に参加して、ノッチャン、ベトナムの作曲家との、共作、トイビブンを単乱が合唱しました。同大会では、小坂明子のあなたが、第4回グラングランプリを受賞しました。それから、帰国した後、ファミリーはこの曲に、カンニャシンというベトナム語詞を付して、さらに愛の日を消さないでという歌謡曲にも、Đừng phá vỡ ân tình というベトナム語詞を作成しました。じゃあ次お願いします。続きまして、歌謡曲へのベトナム語詞不要の潮流について、発表させていただきたいと思っております。前日の通り、日本語原力による歌謡曲の普及及びベトナム語詞の不要は1975年の前にそのようなケースをすでに、南ベトナムで見られていました。1975年4月30日のベトナム共和国崩壊した後、サイゴン陥落後ですね、多くの南部ベトナム出身の音楽家が海外へ移住してきました。1980年代以降、歌謡曲にベトナム語詞を付す活動は、在外ベトナム人社会においてよく活発化して、バイリンガル音楽の、一形態として発展するとともに、国外におけるベトナム近代、歌曲の維持に寄与してきました。その中で、1970年以前に南ベトナムで活動していた作曲家、例えばですね、ルーリン、ルーリン、アンバン、ククラン、ニョクナンさんは日本のヒット曲に多数のベトナム語詞を付して歌手の演奏需要、そしてコミュニティのベトナム人コミュニティの、鑑賞需要に応えました。その中に、特にファン・ユイは1970年以降に50曲以上の日本語楽曲にベトナム語詞を付したこととされて、その大半は1980年代から1990年代にかけて集中しています。次お願いします。今、画面に表示されているのは、ファンデュイの歌謡曲のベトナム語版を紹介しています。ファンデュイによる主な作品には、ここにベトナム語付き、日本語の名前もありまして、もともとは、定めとか、そして抱きしめて、愛は夢のように、野生の涙、空港、それから恋人よとか、分かってください、あなたと生きるなどという歌謡曲がありました。さあ続きまして、コクランさんによる作品としては、残り火や恋人よ、償い、愛の蜃気楼、抱きしめて、などを基づいて、ベトナム語詞版を作曲しました。その他に結構
当時は有名でしたが、春なのに、心ゆくまでなど、広く知られる日本曲ベトナム語詞版も、多く多数、存在しています。次、お願いします。その他に、ルーリンによる作品には、償い、愛人とか、スキャンダルとか、幸せの時間、そして、追憶、リバイバルなどという、歌謡曲を元にして、ベトナム語詞版を作曲しました。それから、ニョクノンさんは、リバイバル、そしてブランデーグラスを元にして、ベトナム語版を作成しました。次、お願いします。それからですね、なぜ1980年代以降、ベトナム語詞を作ったかと言いますと、これらのベトナム語詞版の多くは、1980年代後半以降、海外に移住したベトナム人音楽家の生活が、次第に安定した時期に成立しました。演奏用の新しいレパートリーへの、需要に加えて、旋律面、そして、東アジア的文化感染における親和性の高さから、日本の楽曲は、重要な、素材として、優先に、選ばれて、とりわけ在外ベトナム人社会においては、西洋音楽以上に、広く重要された場合も少なくなかったということですね。この活動はまた、多くの音楽家が1945年以前のベトナム、1945年以前の日本軍占領期にベトナム北部で、あるいは、1975年以前の南ベトナムにおいて日本音楽に接していた経験とも関連しています。さらに、新しい歌詞の不要にとどまらないで、日本的な様式や、音響を模倣した創作も行われていて、学校への、教習を、表現する一形態ともなりました。それから、外的原動力なんですけれども、国際的な状況も、歌謡曲の格差の、うん、後押しした要因ですね。どんなことかというと、1970年代から1980年代は J-POP への移行以前における歌謡曲の黄金期にあたり、えーその影響力は東アジア全地域に広がっていました。特にテレサ・テン、そして、それからイスワマ・ユミは、アジア各地で広く授与された数多くのヒット曲を生み出して、ベトナム人音楽家によって、改作して法案の、主要な源泉となりました。テレサ・テン、そしてイツワマ・ユミ、彼らの、楽曲の多くには、複数の、作詞者によって異なるベトナム語詞が、付されておりまして、この時期の在外ベトナム人音楽文化において、
歌謡曲が維持的な魅力を、有していたことを示しています。次お願いします。次ですね、スライドに表示されているように、テレサ・テンやイスワマユミの多くのヒット曲がベトナム語の作詞家によってベトナム語詞が、付けられています。特に、複数の、作詞家によってそれぞれの異なるベトナム語詞が付けられた歌曲も多く存在しています。例えばですね、今、キューロをつけてあるものは、空港とか、償い、そして、小人よとか、抱きしめて、心の友という歌謡曲は、複数のベトナム語、歌詞で、作作詞家によってそれぞれの異なるベトナム語詞が付けられる、ものが多く存在しているということです。次お願いします。それから、在外社会における歌謡曲ベトナム語版の普及とベトナム国内への流入について考察すると、当初ですね、最初に多くの歌謡曲ベトナム語版は、歌手ノッランによる録音を通じて広く知られるようになりました。代表的作品としては、歌謡曲あなたや、リバイバル残り火を元にしたベトナム語詞版が挙げられていると考えております。次お願いします。その後ですね、この音楽の在外ベトナム人社会における普及は、ティーガセンターですね。そのティーガプロダクションの制作活動、特に CD アルバム、それから大型音楽番組シリーズ、バリー・バイ・ナイトを通じて大きく促進されました。多くの歌謡曲ベトナム語版は、複数の番組会で繰り返し紹介されました。具体的な典型としては、スライドに、示していますが、それらは事例から、トゥイガーは在外社会における、歌謡曲ベトナム語版の普及において中心的役割を担っていたことが、分かりました。次お願いします。それから、歌謡曲ベトナム語版がどのようにベトナム国内に流入したかというと、この音楽は国外にとどまらずに、海外から輸入された音楽ビデオカセットを通じて、国内の聴衆に聴衆にも強く重要されて、レンタルビデオ業の発展を、促しました。その結果、1990年代はベトナムでは外国曲のベトナム語版全般、特に歌謡曲ベトナム語版が国内市場で最も活況を呈した時期とみなされています。この現象には、複数の要因が存在するんですけれども、第一に、1986年以前はイデオロジー的背景、また文化検閲により外国音楽へのアクセスが制限されていましたが、ロイモイ政策と1987年の第5号決議により芸術創作、それから流通の法的環境が大幅に緩和されました。第2に、
娯楽集団が少なくて、インターネットが1990年まで導入されていなかった当時は、歌謡曲ベトナム語版は、増大する音楽需要を一定程度満たす役割を果たしていました。次お願いします。それから、第3に、在外社会における、新作不足とベトナム国内における娯楽の空白が、この音楽をベトナム近代歌曲における重要な補完的資源としました。また、ベトナム語への法案は、言語障壁を解消して、言力の内容や感情を重要しやすくする効果をもたらしました。第4に、ベトナムと日本の文化的近接性、特に美的感覚や、情緒的集大における共通性も成功の、重要な要因となりました。ベトナム式のボレロや、革命家ですね、と比較して多くの歌謡曲ベトナム語版は、叙情叙情的で、叙情的で、穏やかかつ現代的な色彩を帯びて、聴衆の多様な思考に適合しました。今、スライドに、表示されている通り、それはもともと、オリジナルとしては日本歌謡曲のルージュテという曲があったんですけども、日本ではそんなに有名ではなかったと、分かっていますが、ベトナムに入ると、người tình mùa đông って、直接訳すと、冬の小人という意味で、その歌はベトナムに入ると結構、有名で人気でした。次お願いします。これからちょっと結論について、お話ししたいと思っておりまして、歌謡曲は、1940年から1945年の日本軍によるインドシナ進駐とともに、同地域にもたらされて、ベトナム近代歌曲との最初期の接触を形成しました。当時の日本音楽に関する記憶は一部の音楽家の間で、保持され続けて、その後の重要の基盤となりました。1954年のジュネーブ協定調印以降、政治的分断により、南ベトナムは、日本との文化交流に比較的開かれた空間となりまして、歌謡曲は投資の音楽生活に浸透しました。phạm Duyや単乱などは日本歌曲の演奏、そして、ベトナム語化において重要な役割を果たしました。それから1975年以降、歌謡曲のベトナム語版は在外ベトナム人社会において引き続き発展して、特に1980年代から1990年代に、堅調でした。演奏用レパートリーへ、重要、そして、新作不足、そして東アジア文化圏における感性の共通性が、ベトナム語使不要の活動を促進して、バイリンガル音楽の
重要な一部を形成しました。その中では、テレサテンですね。テレサテンおよび逸話まゆみの歌唱によって知られた多くの歌曲が、この法案家庭の主要な素材となりました。それと同時に海外の音楽制作商店、特にトゥイガプロダクションとその番組パリバイナイトが、世界各地のベトナム人コミュニティへの普及、そしてロイモ域のベトナム国内への再再流入において、核的な、中核的な役割を担いました。3つ目のことなんですけども、総じて、歌謡曲ベトナム語版は、外来音楽の影響に対するベトナム近代歌曲の適応力と移住という文脈において、音楽が文化的記憶を保持する媒体として機能したことを示して、深いローカライズの過程だと言えると思います。続きまして、1990年代、90年代後半以降、カセットテープ市場の衰退や、徴収構造の変化は、この音楽に多くの課題をもたらしましたが、近年ではですね、デジタルプラットフォーム上で、新しい編曲による再流通が見られて、一定の再生可能性を、示しています。したがって、これからですね、最後の言葉なんですけども、これから、1990年代以降、現在に至るまでの歌謡曲ベトナム語版に関する研究は、音楽的記憶、また、市場の変動、それから、デジタル時代における重要主体の変化の、相互関係を、解明する上で、重要な意義があると思っております。それからは今後いろいろ研究方向となると思っております。じゃあ以上でこれで発表を終了させていただきます。どうもありがとうございました。えっと、ありがとうございます。大変、面白い発表でした。ですね、ちょっとなんか私の方で簡単にまとめると、まずその、ベトナムで20世紀の後半に、主にその日本の歌謡曲というものが、音楽を輸入するんだけれども、それにベトナム語の翻訳、必ずしも翻訳じゃないけれども、ベトナム語の歌詞を付与して、ベトナムの現地の歌手の人たちが歌っていて、それが流通してたんですよね。で、それを歴史的にこう見ていくと、じゃあいつからその日本の歌謡曲がベトナムに入ってきたかっていうと、それは歴史的な起源を考えたら、1940年の日本軍の、フランス領インドシナへの進駐が、まず一つのターニングポイントだし、その後戦後になって、例えばその南北分断、北ベトナムと南ベトナムが分かれていく中で、北ベトナムの方は、社会主義国との関係が強くなってきたけれども、南ベトナムではやっぱり一貫して、日本の歌曲とかが入ってきていたと。で、もちろんその、ベトナム戦争という、大きな出来事がベトナムではあったので、例えばそれこそ、ベトナムの人たちは、難民として、あるいはその、ベトナムから避難して外国にいた人もいたけれども、逆にその外国にいたベトナムの人たちが、むしろその、なんていうか、ある程度その生活とか経済的に安定すると、そこでその在外ベトナム人として音楽活動をして、そこからそのベトナム語の、訳詞をつけた日本の歌謡曲とかが入ってきたっていう話なんですよね。で、なんかすごい難しいというか複雑な話で、多分その、じゃあ、私、ロサンゼルスに住んでたんですけど、ロサンゼルスの郊外にリトルサイゴンってあって、なんでかっていうと、なんだっけ。
あの辺ってベトナムからの難民の人が住んでるところがあったので、まあそれでそのリトルサイゴンっていうのがあったんですけど、なんかリトルサイゴンがアメリカのロサンゼルス郊外にあったことを考えたら、あの、アメリカの音楽がベトナムに入ってきててもよかったじゃんって思うんだけれども、でもそうならなかったのは、キー先生の議論からすると、その東アジア的、あるいは東南アジア的な感性のなんか共同体みたいなものがあったから、アメリカのポピュラーミュージックが入ってきたというよりは、そのテレサ・テンとか、日本の歌謡曲というものが入ってきたっていう、結構すごい複雑な話で、あと、やっぱり第二次世界大戦となんか南北の分担が関係しているっていう話で言うと、今日はキー先生をご紹介いただいたのは、森先生、さっき、以前、北朝鮮の文化外交の話をしていただいた、森先生なんですけれども、森先生がその研究対象として朝鮮半島もやっぱり同じように、その日本の影響があり、かつその、まあなんか第二次世界大戦の後に南北分断があって、その中で複雑な歴史と、政治的な関係と人間関係があったっていうところが、一つ議論のポイントだったと思うので、その点でもそのベトナムの話と朝鮮半島の話が、すごいなんていうか重なって、その中で日本がどう関わっているのか、その、世界、例えばアメリカと違ってどういう東アジア的な共同性とか関係があるのかっていうのが、すごく複雑な話が今日は、とてもよくわかりました。なんか、私の方のなんか簡単なまとめなんですけど、どうでしょう森先生とかからもよければ。はい、ありがとうございました。非常に面白くて、私も、すごい複雑だなとうん。思いました。ただ単に、まあ、日本をはじめとした、まあ、主に東アジア諸外国からの歌の流入だけではなくて、そこにまあ植民地期が重なり、まあ、あって、で、フランス、中国から入って、で、さらに日本の占領下で日本の歌が入って、南北分断で、今度はそれが限定的に南になって、で、その在外ベトナム人社会っていう、いわゆる、その、社会主義国となったベトナムから海外に、まあ、移った方々を通して、今度はまたそこから、うん。ベトナムに新しい流行歌が入ったっていう、こ非常に重層的な、複雑性を持っているので、なかなかこれまとめるの、やっぱキーセン大うん。変だったんじゃないかというふうに思いますが、まあ、聞きながら結構いろんな、事前に考えた質問以外にも、たくさん質問が出てきてしまっうん。て、今どういうふうに質問しようかなっていう頭を抱えているところではあります。はい。ありがとうございます。事前に私と森先生の方で質問を用意しているので、で順番に質問していきながら、自然に話が広がっていく感じで、議論していきたいなと思います。で、ちょっと順番に質問1個目からいきますね。私が読み上げるので、それにキー先生の方から答えていただくという形でいこうかなと思います。質問の1個目なんですけれども、日本の歌謡曲をの本案プロセスについての質問です。ベトナム語の詩を付与する際、原曲の歌詞の内容はどの程度参照されたり反映されたりしたのでしょうか。ベトナムと日本の文化的近接性というものへの言及がありましたが、それはどういった点で近接していて、日本語の原詞のテーマとか、感情的トーンというものは、どの程度そのベトナム語の歌詞に引き継がれていたのかというのが、まず1個目の質問です。あ、まずですね、渡辺先生から素晴らしく、私の発表したことを、まとめていただいて、どうもありがとうございました。それからですね、結構ベトナムにおける日本の歌謡曲を法案プロセスについてのご質問ありがとうございました。結構それは、すごく深くご質問していただきまして、これですね、日本の歌謡曲に、ベトナム語詞を、付与するときは、それは一般的に、筑語的な、うん。翻訳ではなくて、うん。創造的な法案、クリティアダプションですね、アダプテーションのプロセスでした。さっき述べたように、ベトナムの作曲家たちは、多くの、場合、次のような、えー方法方法をとっていました。まずですね、メロディーは、
ほぼ原曲のまま維持する一方で、次は歌詞は新しく、書き下ろして、全体的な雰囲気、例えばね、ムードや感情、だけを受け継ぎましたね。音楽家の、さっきの私は述べたように、音楽家のファン・ジーが、快速で、述べているように、彼は日本語を知らなくて、自分の感情に基づいて、歌詞を書きましたってということを、述べています。歌詞内容の詳細については、多分さらなる深く、研究をする必要があると思っていますが、現時点では、原子への、参照度は主にモチーフのレベルですね。例えば、恋愛とか別離とか、教習、そして、登録などに、とどまって、具体的な物語や細部の内容にはあまり影響していないというように、評価できますね。また、ベトナムと日本の文化的、近接性については、次のようないくつかの側面から理解できると思います。まずですね、東アジア的な、感性、情緒ですね、を重んじて、情状性、そして内省的で静かな感情表現、それから2番目ですね、共通する主題、例えばですね、叶わぬ恋、内面的な悲しみとか、ノスタルジア、ノスタ、ノスタルアズ、なんか、ノスタルジアなどですね。さあ、3番目は、音楽的美学、例えば、ずったりとした展望で、なんか、感情豊かな旋律、ということで、つまりベトナム語詞には、ですね、具体的な内容よりも、原力の感情的なトーンが、よりよく、継承されていたと言えると思っております。うん。うん。ありがとうございます。いや、なんかその、あの、歌詞が、その、筑語訳ではなくて、割とその雰囲気に、うん。依存して、こう、うん。ノスタルジアとか、叶わぬ恋とか、ゆったりしたっていうのを、うん。歌っていた。それがなんていうか、こう、東アジアの共通の、なんていうか、感性とかモチーフだっていう話は、なんか、どうなのかな。なんか、割と、そういうの、アメリカ人も好きなところあるような気もするから、なんか、わかんないなと思うんですけど、ただ、なんか、なんとなく、わかります。ちょっとじゃあ、それで、うん。次の質問なんですけれども、ですね、その、バイリンガル音楽、バイリンガル歌謡曲を、どういう人たちが聴いてたのかなというのが、二つ目の質問で、在外ベトナム人社会で、歌謡曲、ベトナム語版を受容したのは、日本音楽の経験を持つ戦前戦中世代なのか、それとも日本音楽をほとんど知らない若い世代も含む、ものなのでしょうか。ですね、もうこの今日のお話、すごい長い時間のスパンで、日本が進駐した頃の話から、そのベトナム戦争の話、それが終わった後の話っていう長いスパンがあったと思うんですけれども、なんていうか、ベトナムで、ベトナム語の、歌詞がついた歌謡曲というものを、主にその受容していた層というのは、どのぐらいの年代なんでしょうか。また、主な重要層の中に、なんていうか、こう、年齢の幅とかはどれぐらいあったのかなというのが、気になっています。例えば、キー先生の、例えばお父さん世代なのか、おじいちゃんおばあちゃん世代なのかとか、ちょっとなんかそういう話を教えていただけたらなと思います。うん。そうですね。そうですね。なんか、歌謡曲の、日本語詩版ですね、の聴衆についての話なんですけども、実は、聴衆は、なんか非常に多様で、うん。複数の世代に広がって
かつ地理的にも広がりを持っていました。まずですね、1975年以前の世代、その中、ベトナム国内、そして、在外ベトナム人社会が、挙げられていますね。南ベトナムではまた1954年以前の北ベトナムでは、日本音楽に、直接触れた、経験を持っていました。その人々ですね。そしてその需要は、ノスタルジー的で、懐かしくもあり、新しいという感覚を伴うものでした。そして、ビデオテープやレコード、音楽番組を通じて、消費する重要な層でもありました。結構、それは1970年代の世代ですね。第2に、1980年代から1990年代以降の世代ですね。彼らは、ベトナム語詞を通じて間接的に授与していました。もちろん、日本語のできる私のような人は結構日本語なんかオリジナルの版も結構いろいろ探して、聞いていますが、でもなんかほとんどなんか80年代、90年代の人々はなんかベトナム語詞を通じて、間接的に、聞いていますって、ということですね。彼らは原力の指針や背景については、必ずしも深く理解していない場合が結構多いですよね。そして地域による違いとしては、次の点が、指摘できると思っています。まずですね、在外ベトナム人社会では、音楽センター、さっきパレバナイや、ティーガプロダクションですね、や、その講演を通じて、接触、消費して、共同体の記憶やアイデンティティと強く結びついていましたね。国内ではロイマ以降に流入したカセットテープや、ビデオテープを通じて広まって、娯楽需要や文化的な供給の不足を、補強する役割を果たしていました。ただし、音楽家ファン・ジーが、彼の、回想録で述べているように、1990年代にはベトナム語詞による、外国音楽の流通は、かなり衰退しました。これは、なぜかというと、これは、1975年以前の世代が年配期に入ったこと、また、在外の1975年以降の世代が必ずしもベトナム語に、習熟していなかったことが一元とされています。さらに、海外の音楽番組、さっき言ったように、バリバイナイトですね。その番組では、次世代を含んだ在外ベトナム人コミュニティに向けて、ベトナム文化の紹介を合わせて行うことも多く見られていました。そういうことですね。そして、例えば私の家族ではですね、実は今、ホーチミン市で住んでいるんですけれども、確かベトナム中南部で出産されてて、実はなんかお父さん、父のなんか故郷はなんか北ベトナムですけども、なんかベトナム解放、サイゴン解放した後、ベトナム南部に進んでいって、こちらに安定してきました。私は南の方で生まれてきましたけども、実は私の父のような場合は、なんかこの
音楽になんかこの前、解放する前に、なんかこの音楽に接する機会がなかったので、うん。彼のは結構このジャンルの曲ほとんど知らなかったんですけうども。うん。ん。お父さん、キー先生のお父さんの場合、最後の陥落とかで北から南にやってきて、それでその後に初めてそういうものに増えたっていうことなんですね。はい、そういうことうん。ですね。なんか結局今日の話伺ってて思ったのは、歴史がすごい複雑でいろんな要素があるから、うん。ベトナム人が日本の歌謡曲のベトナム語バージョンをどう受容したかっていうのも、なんか単純に一枚岩じゃないっていうか、人によって経験が全然違うっていうのが、よく分かって面白かったです。ありがとうごそうです。ざいます。私の父うん、は、ベトナム、なんか北ベトナムですね。ベトナム戦争期に北ベトナムで生まれましたので、うそん、の後、ちょっと南部に移住してて、サイゴン陥落した後ですね、ロイモイした後、なんうん、かベトナム、南ベトナム、ベトナム南部になんか移住してきました。うということん。で、多分なんか流れ、ちょっとこのジャンルの音楽をかけしていたら、なんか発見して、という気持ちで聞いているかもしれないと思っております。ありがとうございます。じゃあ次、森井先生からの質問があるので、森井先生の方で、ぜひ、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょうど今のキー先うん。生の回答とかなりつながるので、面白い、ちょうどいい質問のタイミングかなと思うんですが、あの、す私の質問はこれで、1975年の、南北ベトナム統一から、ドイモイ政策の開始まで約10年あると思うんですけれども、その間に先ほどのキー先生のご発表だと、いわゆるロマン主義的な音楽とか、日本やアメリカの音楽というのは、西洋の音楽ですよね。は、黄色い音楽として、厳しく統制されていたと。社会主義化における、表現や文化の統制っていうのは、ベトナムに限った話ではないので、そういうものかなと思ったんですけれども、質問はその次で、約10年間厳しく統制されていたけれども、その統一され、ドイモイの開始以降に、またその日本の、例えば日本の歌謡曲、今日その話なので、それがいろんな形でベトナム語に翻訳されたりしながら広まったっていうことは、すごく面白くて、それは、キー先生は東アジア的な情緒とかいろんな説明をしてくれたんですけれども、私が関心あるのは、渡部先生を中心としたこの研究のテーマでもあるんですが、受容者の立場からすると、それはどういうふうに解釈できるのかなっていうところで、つまり10年間禁止されていたけれども、10年間の間に、日本の、それまでに根付いていた日本や他の国の大衆音楽というのは完全に消えちゃったのか、一時的にでも。それとも何かしらの形で残って、例えばなんか歌詞を変えて歌い継がれていたとか、あのその南北統一以前に先ほどね、活躍していたカン・リーさんとか、そういう人とか、細々と何かしら活動していたのかとか、なんかそういうものはどうだったのかなって気になります。先ほど、キー先生のお父さんの話を今おっしゃってくださったんですけど、その統一以降に南部に来て、そういう音楽に触れて知ったということを聞くと、なんかやっぱ南部の方では特に残っていて、そういう雰囲気が。あうん。のそうなのかなと思ったんですけど、そのあたり少し伺えるといいかなと思いました。よろしくお願いします。ちょっと長くなってすいません。あ、そうですね。じゃあ結構ご質問いただいてありがとうございます。そうですね。1975年からロイモイ開始までの時期においては、黄色音楽ですね。その音楽は、公式には禁止されていましたが、完全に、消滅したわけではありませんでした。むしろそれは個人的、非公式的な記憶の中に残って、それから、
さっき言ったような、なんか1975年以前のサイゴンで、制作されたテープや、レコードを通じて、うん。密かに聞かれて続けていました。しかし、なんかちょっと不利的ななんかことがあったんですけども、再生機器ですね。再生機器やカセットプレイザーなどの技術的手段が不足していたことは、その普及に大きな制約となっていました。ところで、ジェイソン・ギプスの研究によれば、当局はこれらの、楽譜や、テープですね、その10年、サイゴン陥落した後ですね、楽譜やテープ、レコード、を、アメリカの新植民地主義に属するものとみなして、没収して、廃止しました。しかし、その一方で、黄色音楽は、ベトナム南部から帰還した兵士たちは、その兵士たちによって、ベトナム北部の公共へ、持ち帰られて、え結果的には北部でも広がっていました。さらに、黄色音楽が批判して、検閲の対象となる中で、その10年、特になんかロイモイの直前ですね、なんかベトナムで軽音楽、ほとんどなんか恋愛に関する音楽、その音楽として、強要される音楽と、そして、黄色音楽として禁止される音楽との区分をめぐる理論や、再定義も、生じていました。ということですね。ところで、森先生、から質問をいただいたときっかけに、森先生にお伺いしたいことがあるんですけども、なんか、原子として、この音楽のジャンルが中国から影響を与えてきたと示されていますが、なんか、黄色音楽は北朝鮮に存在しているかどうか、ちょっと、ご意見を、伺いしたいと思っております。はい。はい。ありがとうございます。そうね、今キー先生のお話聞いてすごく面白いなと思ったんです。キー先生、結論で音楽的記憶とか文化的記憶っていうワードを使ってたと思うんですけど、私自身も、いわゆる集団行動、ファンダムとか、集団記憶という部分にすごい関心があるんですが、そういうような脈絡からも今回の音楽的記憶とか、文化的記憶っていうのは、非常になんて関連があるというか、と思いました。で、今、金先生の質問で、北朝鮮の場合ですよね、社会主義国ですけれども、これも実は結構複雑かつ面白くて、北朝鮮の場合は音楽、簡単に話しますけれども、例えば北朝鮮側が、朝鮮民主主義人民共和国側が強調している音楽のうちの一つが、いわゆる民謡があるんですよね。で、うん、この部分は、ベトナムではどうなのかちょっと気になるんですが、今回のテーマではないので、ちょっと外しますうん、けど、その民謡を強調している理由は、やっぱり、その自分たちの持つ民族的正当性とか、国家正当性を主張するためなんですよ。ただし、それを見ていくと、例えば一番有名なのはアリランっていう曲があるんですけど、うん、これはずっと起源をたどっていくと、1920年代の日本で作られた新民謡という、唱歌とか西洋音楽を日本化したものがベースになってるんですよね。うん、で、北朝鮮側がいわゆる革命歌謡って言ってるものは歌詞は違うん、うんですけど、メロディーはかなり朝鮮半島南部とか日本で作られた、そういう資本主義で作られたようなものがベースになってたりするので、うん、いわゆる文化的、なんていうんですかね、文化を自分たちに取り入れて、それを変えていくっていう、うん、そういうプロセスっていうのは北朝鮮でかなり行われていたんですよね。で、それは
金先生の話を聞いていると、やっぱりベトナムでもある程度そういう面があるのかなっていうのはちょっとわかりませんけど、思いました。だから、完全にその社会深刻化して、全く同じ新しいものをあのクリエーションしていくっていう部分ももちろんあるでしょうけど、ある程度やっぱり、今までこう民衆の中にこうある音楽的記憶みたいなっていうのを活用しながらやっていくっていう部分っていうのはあるのかな。そうしないと、やっぱり受け入れる方、聞く方も、その方がよりこう接近しやすいし、こう親近感を得るっていう部分はあるのかなっていうのは思いました。非常にこれベトナムって朝鮮半島のケースと重なるとこもあるけど、結構違うとこもあって、面白かったです。答えになってるかはありませんけど。はい。今の話にちょっと入っていいですか？はい。いや、今の話すごい面白くて、朝鮮半島とベトナムもそうなんですけど、多分その間にある中国もそうじゃないですか。そのうんう中ん国も、朝鮮半島もベトナムも20世紀の後半にその社会主義陣営の側に入っていて、そこでなんていうか、日本とか、西側諸国の文化を、まあ、一旦シャットアウトしていると。で、面白いのは、一旦シャットアウトしてるんだけれども、その軍事政権が緩んでいったり、あるいはその社会主義が緩んでいった時に、80年代とかに、やっぱり最初にこっそり入ってきたのが、日本の、例えば中国だったら日本のテレビが入っていったりとか、こっそり、ベトナムで日本の歌謡曲が入ってきていったりするみたいなことによって、なんか新しい、東アジア的な共同性とか感受性みたいなのが、なんか再興したように見えるけれども、それを歴史的にちゃんと追いかけていってみると、もうその前の、そもそも第二次世界大戦前のところに、あった、なんていうか、東アジア、東南アジアを含む地うんう域の文化的なネッんトワークの記憶が、隠されてたものが、回帰したみたいなところが、うんうんうんうなんか一つのん構造としてあるようなところがあって、なんかそのことが分かってすごい、面白いなと思いました。私も同じように思います。そういうものが、また、想起するような形で出てきてっていうところが、あの、歴史的に見ると、そういうことを言えるのかなっていうふうなのは、非常に面白い点だと思います。じゃあこれにちょっとつなげて次の質問言っていいですか？ですね、次の質問はテレサ・テンについての質問なんですけれども、キー先生のご発表の中で、テレサ・テンも、まあなんか一つその日本の歌謡曲の例として出てくると思うんですね。で、それは多分間違ってはないと思うんですけど、その一方でテレサ・テンが日本でデビューする前から、その香港、台湾の、台湾の歌手として、キャリアをスタートし、でも香港とかで、まあ、映画に出たりして、東南アジアでもその、日本に出てくる前から人気があったっていうのも事実だと思うんですよ。で、そう考えると、テレサ・テンというものを、日本語、北京語、台湾語、マレー語などいろんな言語を使って活動していた、必ずしも日本にか、日本的だって言わなくてもいい、このテレサ・テンっていうキャラクターは、なんかキー先生の議論全体の中では、その他の日本の歌謡曲、例えば中島みゆきとか、千秋直美とかっていうのとは、ちょっと別なところにいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、なんかそれについてはどうかなというのが、ちょっともうちょっと聞きたいなと思って質問しました。じゃあ、そうですね。渡辺先生からのご質問をなんか答える前に、ちょっと自分のうん。なんかお話、ね、についてなんかお話ししたいと思っていますけども、うん。実は私はこの前ですね、なんか歌謡曲と、なんか、テレサテンという人物をなんか知らなかったんですけども、うん。なんか15年前ですね、全然知らなかったんですけども、もちろん、その頃は、なんか、歌謡曲、ベトナム語詞、版を聞いたことがありましたが、その音楽を聴いて、でも、その、なんか、原子と、どのことから由来したかということを全然知らなかった。なぜか、この研究を、やっていたかというと、もちろん、これは、なんか日本とベトナムの、なんかの中の、文化交流の一環としているんですけども、なんか15、15じゃない、なんか10年前ですね、その時、なんか横浜に行って、うん。その温泉の、なんか、お宅になんか泊まっていました。毎朝ですね、なんかその先生が、なんかテレサテンの音楽をかけて、えー
いただいて、そして、テレサテンテという言葉をなんか話していましたが、でもテレサテンは誰かな、全然しなかったんで、ちょっといろいろ調べていて、なんかベトナムと結構多くの関連があったうというこん。とがわかるようになりました。そういうこと、そういう話がありました。だから渡辺先生のなんかご質問に戻りますと、テレサ店の事例ですね。結構非常に特殊で、さっきのなんか発表で紹介した通り、多くのベトナム語詞盤が、彼女のヒット曲に由来していますね。ベトナムの音楽家たちが、日本語の原曲そのものではなくて、テレサテのカバーをなんか主要な、うん。え参照源としていた可能性は私も十分に考えていますね。すなわち彼女の歌唱を聞いた上でベトナム語詞を創作したという経験ですね。したがって、この関係は必ずしも単純な日本からベトナムまでという直接的なものではなくて、むしろ、次のような3つのステップの構想としてなんか整理できると思います。というのは、日本語、原力からテレサテンによる中国語、北京語などですね、そのカバー、それからベトナム語版詞なってしまいましたね。さらに、もっと、さらに言えますと、この現象は、テレサ店に限ったものではないと思いますね。なぜかというと、現在のエンターテインメントプラットフォーム上では、1980年代から1990年代の、ある用語がありまして、何かというと、外国語のベトナム語版の中に、本来は、日本の楽曲であるにもかかわらず、中国語楽曲のベトナム語版も誤って認識、表記されているケースも結構多くあります。このような間違えていることは、テレサテンと関連していることだと思っていますし、1990年代に、香港や台湾の映画、またその襲来化、それについて、ベトナム語詞付きがうん。ベトナムに大量に流入したこととも関連している可能性があります。ですから、この点は非常に興味深い研究テーマで、さあ、これから結構なんか詳細な検討が必要だと考えています。さあ、ありがとう、うん、ありがとうございます。おっしゃる通り、なんていうか、私たち21世紀が25年終わった段階でいるうん、と、なんか日本のポピュラーカルチャーが東南アジアと東アジアに普及しましたってとこしかちょっと見えてない。正直ちょっとそれは反省してるんですけど、うん、20世紀の後半に、西うん、側と東側に分かれていたように見えるし、まあ実際そうなんだけれども、でもその中で、単純な日本からベトナムへの一国関係じゃなく、例えばテレうん、サ店みたいなものとかを経由して、東アジア、うん、東南アジアでこういうなんか文化のそのフローがあうん、ったっていうのは、確かにうん、もっとちゃんと見直し、現代の視点からでもまた見直して、歴史のうん、勉強していく必要があるなと思いました。うん、じゃあ次の南北ベトナムの需要の差についての質問は多分すでに答えられていると思うので、ちょっと飛ばして、次の質問に行きますね。今までの質問はちょっと歴史についての質問だったんですけれども、もうちょっと現代のことについてお伺いしたいなと思います。で、次の質問は、デジタル環境の中で、このベトナム語の歌謡曲がどう受容されているかっていう話なんですけれども、キー先生の発表の末尾で、デジタルプラットフォームの中での再流通の可能性が示唆されていました。で、現在こうした楽曲は YouTube などでどういったその文脈とかで消費されていて、例えば担い手とか聴衆の世代交代というものは起きているんでしょうか？うん、そうですね。なんか、というのは、今のデジタル環境うん。における、なんか、継承についての
ことですね。そうですね。現在の、デジタル環境にはこれらの歌曲が主に YouTube などの、プラットフォーム上でいくつかの文脈の下で、再流通、そして、流通されています。例えばですね、次のような景色が見られます。まずですね、海外の音楽番組、さっき言ったようなバリバイナイトからの、映像アーカイブですね。さあ、次は懐かしの音楽や1980年代から1990年代世代のプレイリストですね。さあ、最後に次は、現代の歌手、国内外、ベトナム国内外を問わずによるカバー演奏ですね。世代交代については、それがあるかどうかというと、確かに起きていると考えています。特に、若いアーティストがこれらの歌曲をカバーすることで、新しい、聴衆層がそれに接触する契機となっています。若い世代のリスナーは、カバー版を、入り口として、さらに過去の、映像や、音源にもアクセスして、それらを再消費、しています。このように、歌曲は単なる、保存ではなくて、デジタル空間において細分膜化されて、感情的な体験として、再びまた、なんか、干渉されている点が、特徴的ですね。この場合は、私の場合は、このテーマを研究しており、祖母から、レうーコード、レーザーん。を、譲り受けては、受けてはいるんですが、なんか実際にはほとんどの場合は、映像や、リスマスター、リマスターされたものを YouTube で切っています。うーはい、ん。そういうことですね。あ、なんか、キー先生のおばあさんからレコードをもらって、それをうん。聞いたら、その中にベトナム歌謡曲があるんですか？そういうこともありまへすね。ー。実は子供の時ですね、なんはい。かレコードプレイザー、なんかなんかこれはおばあさんから祖母からもらいましたよってとう言われん。て、なんか子供時代にそのレコードプレイザーを通じて、なんか歌謡曲、ベトナうム語版ん。を聞いていましたが、でも今はなんかそれはちょっとあまり、それを通じてあまり聞いていない、ほうとんどん。近代的なプラットフォームで、うん。聞いていることが結構多いですね。なるほど。はい。ちょっとなんか質問の順番が前後するんですけど、うん。ですね、なんかシティポップブームってあるじゃないですか。なんか日本の、なんか初期の J-POP じゃないのかな、うん。なんか最近日本というか欧米圏では、20世紀後半の歌謡曲じゃないけど初期 J-POP みたいなものが、なんかシティポップっていう名前で再発見されて、楽しまれてるっていう状況があるみたいなんですよ。で、なんかじゃあそれと同じように、ベトナムの若い世代の人たちも、20世紀後半に、人々に聞かれていたベトナム語の歌謡曲みたいなものを再発見して、例えばYouTube 上でシェアしたり見たり、それをカバーしたりして、なんかこう、楽しんでるっていう感じなんですかね。うんそうですね。私の理解の範囲では、一定の関心の高まりは見られるんですが、それは広範な、うん。再発見と言える段階うにあるかん。どうかについては、ちょっと慎重に判断する必要があると思っておりますね。まずですね、いくつかの具体的な動きとしては、音楽交流イベントの開催が挙げられています。何があったかというと、例えばですね、3年前ですね、2023年、その頃は、8月にある、ある研究アカデミーで行われた歌曲の第二の人生、
ベトナム各局の日本語版と日本各局のベトナム語版というプログラムがありまして、歌謡曲のベトナム語版がそこで、紹介されてて、若手アーティスト、アーティストや、在ベトナムの日本人教師も結構みんな参加しました。うこのよん。うな試みは、楽曲楽曲を、再活性化しようとする関心の存在を示していると思っております。そして最近ですね、特賞のような学習会や、日本の音楽をベトナム語の歌詞で紹介する音楽シリーズなどそのようなイベントもありまして、さらにさっき言ったようなデジタルプラットフォーム上で、ルージュですね、という歌謡曲のベトナム語バージョンは、冬の小人のような歌曲が共有されてて、みんな、その起源について、議論されることも私も見られます。ただし、現時点ではこれらの動きがなんか、若手の教習所を中心とした大規模な、歌謡曲ベトナム語版の再発見へ発展しているとまでは言い切れませんね。実際は、さっき私が言ったように、さっき言ったような、こうしたイベントの参加者は、次世代中ではなだけではなくて、なんか年配、結構、なんか年を取った人も多く含まれてうん。おりまして、ですから、必ずしも若者だけの現象ではないうというん。点も結構重要だと思っております。なんか、でも少なくとも何か、なんていうか、新しい動きとして再うん、発見があって、それはまあ、なんか、めちゃくちゃ人気があるみたいな話じゃないけれども、なんか一うん、定の人が集まって、うん、何かしようとしてるっていうのはありそうなんですね。うん、そうありがですよね。とうございます。はい。はい。じゃあちょっとこれに、引き続いて、でも森先生の方から、質問お願いします。はい。すみません。マイクがオフになっていました。で、はい。私の方から質問させていただきます。ちょっともしかしたら、次に渡部先生がされる質問、ちょっとかぶっちゃうかもしれませんけど、まあ、連続性があるのでいいかなと思うんですが、キー先生、は、今回、特に日本とベトナムの関係を中心になさって、くださったんですけれども、私が調べたところ、例えば1970年代から80年代以降って、日本とベトナムだけではなくて、日韓の香港、台湾、プラス東南アジアの、いわゆる中華華人社会巻き込んで、いろんな歌謡曲が相互に翻訳されたり、カバーされたり、で、歌謡曲だけじゃなくて、映画ですよね。私が知るには、ブルース・リーとか、キョンシーとかそううん、いう映画がかなり東アジア世界で流行して受け入れられていって、その中で、例えば台湾なんかは、香港映画、キョンシーをちょっと台湾版にした有言同士みたいな、そういうのが出たうん。りですね、日本の中でもかなり例言同士、キョンシーブームがあったりですね、いろんなローカライズされたりして流行ったと思うんですけど、そう考えると、もうせいぜいに、現在進行形の話ではなかったとしても、1980年代ぐらいから、そういう東アジアの中で文化の相互交流と、受け入れと再解釈っていうのは、行われていたような気がして、行われていたと思っていて、その中で、この日ベトナムの関係も位置づけられるんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、それについてキー先生、今回どっちかというと二国詞ですけど、日本とベトナムの、もう少し広い位置づけっていうのもできるんじゃないかなっていうのが思うんですが、ご質問というか、それについてコメントを何かいただけたらというふうに思います。うん、そうですね。歌謡曲ベトナム語版は、
日本、ベトナムの関係における歌謡曲、ベトナム語詞版ですね。日本、韓国、台湾、香港、そして東南アジアを含む、東アジア大衆文化の流通圏の中で、位置づけるべきだと思っておりますね。この空間では楽曲が翻訳されて、森先生がおっしゃったように、楽曲が翻訳されて、カバーされて、再解釈されながら絶えず、循環していますね。したがってベトナムの事例は、例外ではなくて、地域に広く見られる、色、ロカル化というメカニズムの具体的な現れだと言えると思っております。次は、ベトナムではですね、能動的な、終焉として据えることができると思います。なぜかというと、戦争や国家分担ですね、さらに海外在住ベトナム人コミュニティといった特殊の歴史的な条件がベトナム語による歌詞付けや音楽再生産を通じて強い再創造のプロセスを促進してきました。そのためですね、歌謡曲ベトナム語版は単なる重要の産物ではなくて、東アジアの文化ネットワークの中で生み出されたロカルな、創造の、一つの形態だと、位置づけることができると思っております。そういうことを、簡単な、ことでコメントさせていただきたいと思っております。ありがありがとうごとうございます。ざいます。はい、よくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今の話、すごい、ずっと話を聞いてきて、ようやくなんか分かってきたんですけど、なんていうかね、今の話ってすごい大事で、ちょっと最後の質問につなげようと思うんですけど、最後の質問ちょっとしますね。最後の質問何聞きたかったかっていうと、東アジアの文化的コンテンツが、東アジアや東南アジアで、まあなんか文化的な覇権を握っていることについて、キー先生がどう思われるかっていうのを聞きたかったんですけど、どういうことかっていうと、例えば近年、K-POP が人気であったりとか、中国のビデオゲームが、まあ、なんか世界的に人気であるとか、あるいはその日本の、まあ、クールジャパン制作はまあ全然成功しないんですけど、それはそれとしてその日本のなんていうか漫画とかアニメのコンテンツが、まあ世界的にあるいは東南アジア、東アジアに人気だっていうのはまあ事実だと思うんですよ。で、大まかに言うと、こういう、東アジアのコンテンツが、東南アジア地域の市場をターゲットにして、経済的なこう進出をしようとしているって面もあると思うんですね。で、少なくとも例えば K-POP に関しては、韓国が、国内需要が小さいから、もう最初から外国の市場を目当てにしないと成り立たないっていうのが多分前提にあったので、こうした東アジアの、ポピュラーカルチャーコンテンツが東南アジアを一定程度まで自分たちにとっての市場だ、マーケットだって思ってるのはあると思うんですよ。で、こうした動きに対して、東南アジアの側からは、これは文化的な侵略じゃないかっていう批判が、まあ、一定程度あるのは事実だと思うんです。例えばアメリカと日本の間で、ある種のなんかこう、文化構想というか、摩擦があったのも事実だし、だとすると、こうした東アジアのコンテンツが、周辺地域に、こうなんか覇権的な影響力を及ぼすことに対して、批判はあり得ると思うんですね。で、それについてキー先生はどう思うのかなっていうのを聞きたかったんですけど、今おっしゃってた、ベトナム語の歌謡曲というものは、一方的な影響とかじゃなく、あくまで、なんか東アジア、東南アジアの中での、なんかこう文化の流通の中で、もともとは日本のコンテンツかもしれないけれども、それを、なんかローカルの人が自分たちの事情や自分たちの、なんていうか、こう必要に応じて、変形したコンテンツだっていう説明の仕方をされていて、なんかすでにちょっと質問に対する回答をもらっちゃったなっていう気持ちではあるんですけど、なんかまあそこも含めて今日、最後の質問として、そうした現象について、キー先生はどうお考えかなというのを聞かせていただきたいなと思います。そうですよね。私は、それは、なんか、覇権的な、うん。ということ、ではないかと思っておりまして、それを
双方向の、合計、総合、総合作用ですね。総合うん。作用の過程だと、うん。そうですね、考えておりまして、K-POP の現象や中国のゲームですね、日本のクールジャパンズ制作には、経済的な力の側面があるかもしれませんが、その一方で、ベトナムからは、集体的に、それらを受け入れて、文化交流の促進や、文化産業の発展の、後期として、活用することができると思っておりまして、そしてですね、私は今研究していて、お話ししている、歌謡曲ベトナム語歌詞のことなんですけども、それを、ベトナ、歴史的な経験なんですけれども、歌謡曲ベトナム語詞版から見ると、それは集体的な重要と、再創造、そして、具体的な状況に適応していく過程だと言えると思っております。そういうことですね。ありがとうございます。お話伺ってて、なんていうか、今2026年ですけど、現在のことだけ見ているとやっぱりわからなくて、ちゃんとその昔のこう歴史的な経緯というものをちゃんと辿っていかないと、今こう目に見えているなんか文化的覇権とか、こう、そういうところだけに注目したので、ちゃんと歴史の勉強を、するべきだなと思いました。なんか最後に森先生の方からなんかこう、今日のこう、会話全体を通して、考えたこととか感じたこととかありますか？もしよかったら。はい、ありがとうございます。すごく私も勉強になって、私、最近、V-POP をすごく聞いていて、で、V-POP に結構ハマってるんですよね。で、なんでこんなハマるのかなっていうことを考えていったときに、こういうような文脈で、捉えられるのかなっていうことうん。がよくわかりました。で、ベトナムの V-POP を見ると、もうすでにベトナムは、なんて言うんだろう、こう、文化のコンテンツを外に自分たちのものを出し始めているもう国で、例えば、ご存知かわかりませんけど、シッティンとか SEETINH ですね。まあ、日本でもまあそこそこ知られましたけど、日本以外ではもう、たくさん TikTok なんかで、あうん。の、ダンスバトルがされていたり、この曲で。うん。で、逆にこう、うん。K-POP のベトナムでの需要を考えると、もう K-POP、新しい曲が出たら、もうすぐにハノイやうん。ホーチミンシティの歩行者天国で、集団でダンスをやって、それをこう YouTube で載せて、すごく好評を得るとか、うん。そういうようになってるので、そういう現象を含めて私が多分ハマってるんだろうなって思ってたんですけど、その背景が非常にこう複雑かつ重層的なものがあるから、こういうふうに私も感じるんだなっていう、自分の原体験につなげて考えることができて面白かったです。うん。なんかじゃあ、例えば K-POP のランダムダンスみたいなことをベトナムでも、V-POP として、ベトナミーズポップとしてやってるんですか？そうですね、ベトナミズポップというか、K-POP のその曲はい。に自分たちでダンスをつけて、うーん。で、それをK-POP、いわゆる今までだったら日本とかでもやりますけど、3人とか4人でやって、それを YouTube や TikTok に載せますよね。そうじゃなくて、ベトナムでは30人、40人でチームを組んで、それをハノイやホーチミン市の目抜き通りでやって、しかもその振り付け、パフォーマンス、配信がものすごい早いんですよ。新うん。曲出たらもうすぐに1週間後ぐらいにもやってるのでこれは、しかも面白いんですよね、ダンスが。すごくなんていうのかな、ちょっとうまく説明できませんけど、こう、うん。魅力的だなと思いました。それもなんか、なんていうか、21世紀、20世紀に、ベトナム語の歌謡曲が果たしていたようなうん機能うん。を、今、じゃあ21世紀の今、K-POP をベトナムの人がすぐに受容して、すぐにランダムうん。ダンスしたり、フォーメーション組んでダンスしたりっていうのを、二次動画に創作ですね、出してるっていうのがあそうですね。るんですよね。それそうです、そうでは、すね。なんていうか、その話もまたちょっと森先生に
話していやいやいや、もらいたいなと思います。なんかいずれにしても今森先生おっしゃった通り、今日はキー先生がお話してくださった、その20世紀のこう後半の複雑なこう歌謡曲、特にベトナム語歌詞が付与された歌謡うん、曲の歴史の複雑さというのは、それ自体も面白いし、そこから逆照射して今のことが深く理うん、解できるという点でも面白かったので、うん、うん、大うん。うん。変、良いお話を今日伺いました。改めありまして、がとうございます。今日は、キーね、先生、お時間取っていただきありがとうございます。ありがとうございさあ、あます。りがとうございました。いろいろなんか、時間をいただいて、そしていろいろコメント、そしてご意見いただきまして、これから私の、自分の研究、また豊かになんかさせていこうかなと思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。でさようなありがとうございら。ました。ありがとうございました。ありがとうございました。